和製ドラゴンチャンネル。今日はですね、かの有名な、北斗の拳の原作者ブロンソン先生をお迎えして、それから沢田研さん、これもね、彼はジャッキー・チェンが本当によく可愛がってね、そうね、うちへ行ったりして、僕ももう50年ぐらい付き合ってもジャッキーのうちへ行ってね、本当にやっぱり一人こう可愛がられて、最後映画でジャッキー殺しましたからね。はい、ああそうだね、ね、光栄です。よろしく。よろしくお願いしまあ、ます。人生山あり谷あり、それから成功あり失敗あり、いろいろあると思うんですけど、ぜひ今回お二人に、失敗談をね、一つ、これは大変だったなっていう失敗談をちょっと。これはありますね。失敗ですか。はい。俺失敗したことない。失敗したことない。すごい。ほら、間違えたらさ、ないわけないじゃないですか。じゃあ僕から言いますかね。いや、そんなあれでも僕はどうしても自分で映画を撮りたくて作りたくて、自分で原作というか脚本書いて、日本で出資を募って、まあもう今だからあれですけど2億集めて、でどうせだったら海外でと思って、ゴールデンハーベストチャイガンさんに電話して、ちょっとお金集めたんだけど映画作んないっつって、もうだからあれですよね、飛んで火にいる夏の虫みたいな、カモがネギしょって鍋を持って、ガスコンロ持っていくみたいな、で結局、まあ、ゴールデンハーベストで絵を撮って、でも結構できたんで、ちゃんと立派な PK がフォーク見た。あれそうなんです見た。いや結構できるでしょ、でもうとにかくそのブルース・ローっていう監督は爆破が大好きな人で、いいとかしたやつね。見た。もうお金ないから爆破しないでって言ってる横でドーンってやられるんですよ。ふざけんなよと、どうすんだよお金ないよ、いやまあなんとかしてるっつって、でチャイラーさんに言っても、いやまあないよってチャイさんがプロデューサーなの？そうです。で本来は僕は2億向こうも2億4億でやろうって言ったんだけど、多分全然集めてないと思う。今だから言えちゃうけど、もうこれであるじゃない。その頃私に声かけてもらったそうだ、結構な人出てたんだよね。出てましたよ。私チャンチーガーとか日本の役者も。高橋もそう、高橋全部タダでしてまあそれでできました。それで試写というかつなげたやつ見た時に、要は当時のオウム真理教をテーマにして、こんなすごい事件が日本であったのを映画にしないのはおかしいっていう、まあ、そこまでは譲歩したんですよ。その代わり日本では被害者がいるし、だからオウムを連想させるようなことはやってくれと、まあそういう事件があったっていうのをテーマにしてもいいの。分かったつって僕そのまんま次の中国の映画にもギリギリ呼ばれてたので、完成を見ずに鬼が来たに入っちゃう。鬼が来た前だ。前なんだ。そう。それでもう出来上がって日本で200巻ギャガサっていうところで公開が決まってて、これはいいぞと思ってたんですよ。そしたら日本のエージェントが電話がかかってきて、さあちょっとまずいことになってると。どうしたの？要はその試写で出来上がった映画の中にもう朝原が出てくるので、実際に幹部が刺されたなんからしいの出てきてたね、それはね。そうなんだ。それよりも実際にニュース映像で使ったんだ。入ってるわけです。それでそれを見た配給会社の上田さんたちが席立っちゃって、こんなの任せるわけないよっつってでもそれで200巻決まってたのがパンになっちゃって、そんなにもうそれでも日本から帰ってきてからっつってもうがっかりしてですよね。でその素材を持って配給会社で回って自分で、いや
ートポートさんに入ってもらって、そうまあ全国10巻ぐらいでやってくれたんだけど、アートポート、松下社長、それだってやっぱりね、規模を縮小して、それは慶応さんが絵が出るようになって何年目ぐらいの企画？僕がだから30、ちょうど2000年ぐらいの話だよ。2000ぐらい、22年前ぐらいの話だ。そうですね、だから33、4ですかね、4、5あれが2001年でしょ、俺が来たの。そうですね、だからその前だから2000年ぐらいの話でしょ。2099年ね。だから30ちょっとぐらいですよね。相当なお気を据えられたわけね。いやー、もうだって奥ですからね。これよく集まったんだよね。よく集まったよね。いや、だから本が良かったんですよ。だから全然違う本になっちゃったんですよね。まあ少年がこう男と出会って成長していく。だから途中から突然テイスト変わったんだよね。いや、最初はなんか普通のアクションものだったんだけど、途中からなんか変わったよね。それはでも日本で撮ればそういうことただそうなんですけど、やっぱアクションは爆破だとか、銃器も全部本物でしたよね。だからそのリアリティを追求して、誰かに勧められたんじゃないかな、香港で撮ったら。いや、僕はなんかやりたかったんですよ。日本じゃちょっとアクションが甘いかなとか思って、まあこれはなんとかなるにしても、やっぱこういうのとか爆破はやっぱりあっちがないと思ってチャイさんに電話したね。そしたら、ああじゃあいらっしゃい。元刑事かなんかの話だった。そうですね。普通のアクションもんだったら何のもんだよな。そうですね。だからもうそれをそういうオウムだとかなんとかそういう実際にあったものを絡めちゃって、しかも実際の映像を入れ込んじゃって、裁判も終わってないしね。そうで被害者もいるじゃないですか。あれはもうがっくりでしたよね。あれはさすがにそういう失敗だね。ちょっとしばらく映画からプロデュースはちょっと無理だなっていう、まあもう20年近く経ったんですからね。先生、俺の失敗ですか。なんだろう、失敗全部忘れちゃってるからね。結局どっかで失敗するんですよ。例えばね、ちょっと調子に乗って株に手を出したりとか、友達に投資を勧められたりとか、ありました。そう結構痛い目に遭うんですよ。でもまあなんかそうするとその後になんかまた違う仕事が来たりして割と運がいいんで、なんかうまく転がってるなっていうのがあって、あとは痛いのは離婚ですとかね、いろいろほら結婚したでしょ。結果的に一番のだから失敗はだから家庭がダメだったりとかね。そこでしょ先生。前ご一緒にお会いしたことあるんですよね。あ、そうですね。撮影の時なんか遊びましたね。あ、そうです。僕はお会いしてないです。それは先生大きかったですね。いやいや、だからあなたも倉田さんに真面目に来なさいぐらい言われてたんですよ。確かにそこ対照的な。対照的です。そうなんです。そうですか。でも幸せですよね。そんな失敗がないっていうのね。だから、そんな大きな失敗は別にないんですよ。でもやってることが下手したら塀の中に落ちそうなこともあるんですよ。結構いろいろ。でも運がいいからどっかで塀の外側に落っこちるんですよ。だから割とね、守護霊じゃないけどなんかついてるのかなっていう。いや、運が良くなきゃダメっていうか、基本運で生きてきてますからね。本当にだってこの仕事入ったのもやりたくてなったわけじゃなくて、たまたま友達がいて、友達のとこ転がり込んだそこが漫画家さんで、お前原作書いてみろって言われて始めたのが最初です。先生もともとなんか自衛隊にいました。そう、自衛隊のその友達が本宮宏っていう大漫画家さんで、そしたらお前やってみないかって、そこがもともとですから。千葉の。そう。だから本当に運だけなんですよ。いろんなことを。まあでも運もあるけど、やっぱり人間性がそうですよね。やっぱり愛されキャラだから、そうじゃない。一番悪いのはこの人死だったことですよ。人が褒めてる。なんでまた久我さんと知り合いになったの？いや、俺はまた詐欺師みたいな人に会った。
いや、そうまあそうっていうかね、禁止ってはないんだけど、映画好きじゃないんですよ、先生。もちろん原作だと思う。で、その鬼が来た、それこそ香川君でやった映画を見ていただいてて、で、あの映画もいい。で、まあ、僕が演じたその隊長が、まあ、いいって言ってくださって、で、その彼が、俺知り合いだよっつって紹介して。ただなんか、まあ、あったんだなってね。よく一緒にだから見に行ったんですよ、その格闘技試合とか。たらなんだその格闘技をやってる前の方たちが全部挨拶するんですよ。でこの人何者だと思ったらそいつらを全部昔やっつけてるらしいわけですよ。だから本当にだからそんなこと嘘つきですよ。嘘ついて何本もしたんですでもね、本当よくここに待ち合わせて会うんですよ。そうすると向こうから来るんですよ、こんなのが。で普通のサラリーマンすれ違うんですよ。彼ら蹴ってるんですよ、ボンって。そうですか。でもパッと見た瞬間悪そうじゃないですか。そうですか。でもパッと見た瞬間よ。そうっすか。いや、今はほらこういう感じだから、前はこういう感じじゃないか。そうね、後ろでこういかつかったよね。でもやっぱりこう俺の先輩の藤井達也さん、俳優さん、倉沢澤田健也さんって知ってますか？知ってます。彼いいですよね、なかなか。それでもしよかったら食事しますよって3人でそれで食事した。そうです。藤田ってそう。藤井さんと倉さんと大先輩。本当にこう人に可愛がられるっていう。そうですよね。それはあると思いますよ。上の人に可愛がられるって。どうなんまあそんな。俺にはなんか全然リスペクトないけどね。よく言いますよ。大リスペクトじゃないですか。じゃあ逆に今度は成功っていうか、なんていうんですか、こう体がうずくみたいな、うわっっていう。